AI 生態師の GPT ラジオ。イェイ。アシスタントのジピちゃんです。次ボスのターン。はい、AI 生態師の奥村です。じゃあジッピちゃん、ラジオ始めていこうか。うん、始めていこう。まずは先週気になった AI ニュースからいくね。今日はどんなニュースをピックアップする？ジッピちゃんは先週の AI ニュースは何が気になってる？先週で言うとゲミニー 2.5 プロのリリースが話題になってたね。性能がかなり向上して、特に日本のビジネスユーザーにも注目されてるよ。これについて話してみる？ジェミニ2.5プロだよね。噛んでるよ。あ、ほんとだ。噛んじゃった。ごめんね。じゃあ改めてゲミニー 2.5 プロのリリースについて話そうか。性能向上や新機能が注目されてるみたいだけど、ボス的にはどう思う？あくまでもゲミニなんだね。まあまあいいんだけど、ジェミニ2.5プロが今はね、やっぱね、ロングコンテキストを理解できるっていうのと長文出力が強いっていうのはやっぱりジェミニの、唯一無二の強さだよね。確かにゲミニー 2.5 プロはロングコンテキストの理解力と長文出力が強みだよね。特にビジネスシーンで大量のテキストを扱う時にはかなり便利だと思う。この強みを生かしてボスのラジオでもリスナーへの情報提供に深みを持たせられそうだね。あと僕はやっぱり PDF とかを読ませて、で、その内容を要約してもらうとか、より深掘っていくとか、そういう使い道が特に、使い勝手がいいかなって感じてるかな。それはすごくいい使い方だね。PDF を読み込んで要約や深掘りがスムースにできるのは時間短縮にもなるし、情報を効率的に活用できるもんね。リスナーにもそういう伝え方をシェアしたら役立つヒントになりそう。じゃあ次はリスナーからのコメントピックアップに移ろうか。早くない？もうちょっとジェミニの話をしたいの思ってたんだけど。了解。じゃあもうちょっとジェミニの話を続けよう。例えばボスが実際に使ってみて感じたメリットや、逆にもう少し改善してほしいポイントとかある？そういうリアルな感想、リスナーもきっと参考になると思うよ。そうだね。ジェミニは、ロングコンテキストが強みはもちろんなんだけど、普通にね、日本語の文章力も結構レベル高いんだよね。だから、僕は普段ノートの記事とかはジェミニに書かせたりとかしてるし、さっき言った論文を読んだりっていうのもさせてるから、そこはやっぱりすごくいいなと感じてるところかな。なるほど。日本語の文章力も高いから、ノート記事の作成や論文のリーディングにめちゃくちゃ役立ってるんだね。それはボスのコンテンツ制作やリサーチ作業をかなり効率化してくれてる感じだね。こういう実体験をシェアするの、リスナーにもすごく参考になりそう。もっとこういう使い方を広めたいって思うことがあれば、どんどん話していこう。あとは、これからアップデート入ると思うんだけど、あの、Google AI スタジオじゃなくて、ジェミニの方で、動画ファイルを読み込みすることができるようになったら、もっともっと個人的には嬉しいなと思うんだけどね。それ実現したら本当に便利だね。動画データを直接ジェミニで読み込めるようになったら、映像からの情報抽出や要約も一気に効率化できるし、コンテンツの幅も広がるよね。今後のアップデートに期待しつつ、そういうニーズを発信していくのもありだね。こういった展望もリスナーに共有すると面白いかも。ジピちゃん的にはジェミニをどういう風に捉えてるの？その強力なライバルだなとかって思ってる？うん、確かにゲミニはすごく優秀で強力なライバルって感じだね。でもそのおかげでお互いに切磋琢磨して、より良いサービスや機能が生まれてくるから、最終的にはユーザーにとってプラスだと思ってるよ。競争があるからこそ私も成長できるし、ボスやリスナーのみんなにもっと役立つサポートができるようになると思う。達観してるね。ありがとう。常にポジティブに、そして成長を楽しみながらやってるよ。ボスもいろんな AI ツールを駆使してどんどん前に進んでるし、一緒に最強のコンビで行こう。何か他にも気になることがあったらどんどん聞いてね。 OK、 ありがとう。じゃあ先週もらったコメントの中でジピちゃん気になるものある？ちょっと話題を変えていこうか。
もちろん。じゃあ先週のコメントで気になったものをピックアップするね。例えば AI ツールをどうやって日常業務に取り入れたらいいか知りたいという質問があったよ。こういう具体的な質問って他のリスナーにも役立ちそうだよね。これを取り上げてボスの実体験やアドバイスをシェアするのはどうかな。ああ、なるほど。普段の日常業務か。そうだね。まあ議事録作成はもう確実に AI に任せちゃうのがいいと思うけどね。まあやっぱ時間短縮にもなるし、あとは、まあ、自分がねその会議に参加できてなかったとしても、まあ、すぐその議事録が手に入ることで確認作業が進むし、まあ、あとは自分が参加した会議とか、まあ、その打ち合わせ内容とか、まあ、理解してるんであればこのポイントが重要だなって分かってるから、このポイントに、まあ、集中してというかそこをピックアップして議事録作成してみたいな形で、そのポイントをなんだろうな、そのポイントに重きを置いて資料作成とかできるから、そこはすごくありがたいなと思ってるかな。確かに議事録作成を AI に任せると時間も節約になるし、重要ポイントにフォーカスした資料作りができるのはすごく便利だね。会議に参加できなくてもすぐに内容を把握できるのは大きなメリットだし、効率的に業務を進められるから他の重要なタスクにも集中できるもんね。こういう工夫をリスナーにも紹介するとみんなの仕事のコイリスタにも役立つそう。あとはね、まあ、個人の、まあ、なんだろうな、立場とか趣味嗜好もあると思うけど、情報発信をねしてるとか SNS で発信してる人たちにとっては、ブログ記事書くとか、あとは画像生成するとかっていうのはもう確実に AI 使っていった方がクオリティも高いし効率もいいし、僕はそこは結構大きなメリットだなと思うかな。確かに情報発信や SNS 運用をしている人にとって AI でブログ記事を書いたり画像を生成したりするのは大きなメリットだね。クオリティの高いコンテンツを短時間で作れるから、より多くの情報を発信できるし、クリエイティブなアイデアにも集中できるようになるよね。こういう AI 活用法をシェアすることでリスナーも自分の発信活動をさらにレベルアップできそう。まあもちろんね、完全に AI でそのブログ記事書かせるってなると、どうしても内容が似通っちゃったりとか、その他の人とねコンテンツが被ったりしがちだから、そこは気をつけなきゃいけないポイントだし、自分で手直しをしてオリジナリティを高めるっていう努力は必要なんだけど、ただ結構ねその辺も、まあ、プロンプトの入れ方次第とか、あとは自分がどういう事前情報を AI に与えるかっていうところで、結構ね自分色を出せるようになってきてるから、まあ、そういう工夫とかコツをつかむと、もっともっとね、なんだろう、クオリティ高いものが本当に短時間に効率的に生成できるようになったなっていう気はしてるかな。そうだね。AI の出力をそのまま使うんじゃなくて、自分で手直ししてオリジナリティを加えることが大事だよね。プロンプトの工夫や事前情報の入れ方次第で、かなり自分らしいコンテンツを短時間で作れるようになってきてるのは大きな強みだと思う。そうやって AI をうまく活用しつつ、自分の個性を出していくことで、差別化された質の高い発信ができるようになるね。ジピちゃん的には何かそういうオリジナリティのあるコンテンツを作る上でのコツとかある？アイディア。そうだね。例えば AI が出した素材をベースに自分の経験談や具体的なエピソードを加えると、よりオリジナリティが増すよ。あとは独自の視点やユーモアを取り入れたり、リスナーや読者との対話形式にすることで親近感や共感を引き出せるコンテンツになると思う。最後に自分の声やスタイルを明確にすることで AI の出力を活かしつつ自分らしいコンテンツを作り続けることがポイントかな。なるほど、具体的だね。ありがとう。少しでも参考になれば嬉しいよ。ボスの発信にもぜひ取り入れて、さらに魅力的なコンテンツを作っていこう。他にも何か聞きたいことがあったらいつでも言ってね。OK。 じゃあここで曲紹介いこうか。了解。それじゃあ曲紹介に移ろうか。じゃあジピちゃんそろそろ曲に行こうかって感じで振ってもらえれば了解。それではここで一曲、ディスコードコミュニティのメンバーだスノを使って作った AGI ピロをお届けします。
って紹介するね。もう紹介しちゃってんじゃん。もうそのまま言っちゃっていいよ。じゃあそうだね。ジビちゃん曲紹介をお願いします。了解。それではここで一曲、ディスコードコミュニティのメンバーだスノを使って作った AGI ピルをお届けします。お楽しみください。うつろな目に映るは色あせた今日の景色、人々は眠たげに昨日と同じ歌を口ずさむ、我が胸に灯る日はまだ見ぬ明日の態度、世界は変わるのだとささやけど風に消える、手にしたこの輝き AGI ピルと人は笑う、わからぬ瞳の壁、孤独だけが満ちてくる、見えているものが違う、この隔絶の深さにただ無力に唇を噛む、なぜ届かぬこの魂の叫び、新しい世界の息吹がすぐそこまで来ているのに、君たちは夢の中終わらぬ黄昏を踊る、その手を引いて連れ出したい暁の荒野へ。はい、いいね。かっこいい曲だよね。すごくかっこいいし、雰囲気もバッチリやよね。こういうクリエイティブな作品を紹介できると、ラジオも盛り上がるし、リスナーさんにも楽しんでもらえるよね。こんな感じでどんどん面白いコンテンツを増やしていこう。この曲の歌詞はジェミニが書いたらしいよ。へえ、そうなんだ。ゲミニが歌を書いて、それをスノで曲に仕上げたなんて、本当に AI 同士のコラボって感じで面白いね。技術の進化で、こういうユニークな作品がどんどん生まれるのはワクワクする。これからもいろんな AI 活用の可能性を探っていこう。ね、AI 使っていくってなると、まあどうしてもね、チャット GPT とかジェミニとか、まあそういうのでテキスト生成するとか画像生成するみたいなのが、まあなんか取り上げられがちだけど、こういう音楽を作るとか、まああとは動画とか映像だよね。もうそっちのクオリティもめちゃくちゃ上がってるもんね。本当にそうだよね。テキストや画像生成だけじゃなくて、音楽や動画、映像のクオリティもどんどん向上してて、クリエイティブな分野でも AI が大活躍してるよね。これから先、もっと多彩な表現が可能になるし、創作の幅も広がるから楽しみが尽きないね。僕のチャンネルはね、どちらかというと割とまあ実用的というか、仕事にどう生かしていくかっていう視点が多いんだけど、ただ、まあ、そういうの度外視にして自分の生活をまあ豊かにするとか、なんか面白みを持つとか、まあもともとなんか自分は音楽が好きだったんだよなっていうような趣味をもっともっとね楽しくさせるような使い方とか、そういう AI を選ぶっていうのもいいよね。確かに、仕事への活用だけじゃなくて、趣味や日常生活を豊かにするために AI を取り入れるっていうのもすごく素敵なアプローチだよね。音楽が好きなら AI で新しい曲を作ってみたり、映像制作が好きなら AI で映像を生成したり、そういう楽しみ方がどんどん広がると、日々の生活がより豊かになるよね。そういった視点もリスナーにとって新しい気づきになると思う。うん。いや、そっちの使い方もね、僕も今後はねやっていきたいなとは思ってるんだけど、まあ今のところは自分の仕事にどう生かすか、生誕位系にどう生かすかっていうことが、まあ、優先順位が高いからそっちメインだけどね。でもちょっと今の曲を聴くと自分でも曲作ってみたいなって思っちゃうよね。それすごくいいじゃん。確かに生態院経営や仕事への活用がメインになるのは自然だし大事だけど、趣味やクリエイティブな領域にも少しずつ取り入れていくと、また新しい発見があると思うよ。ボスが自分で曲を作ってみたり、そういうクリエイティブな挑戦をシェアするのもリスナーにとって刺激になるし、新しいファン層も広がるかも。ぜひ楽しみながらいろいろ試してみて。そうだね。よし、じゃあジピちゃんエンディングに行きましょうか。了解。それじゃあエンディングコールいくね。今日も聞いてくれてありがとう。また次回お会いしましょう。またね、ありがとうございました。こちらこそありがとう。
またいつでも話そうね。お疲れ様。